はい、こんにちは、吉田です。長らくお待たせしてしまっていますが、GFX100S、前にスライドショーとして画像はお見せしたと思うんですけれども、やっぱり使った時の感触というかですね、あの、忘れらんないなっていう感じが一つあるのは、やっぱりその使ってて警戒感がある、大きいんですよ。大きいし、警戒感があるって言ってもなんだかんだデジタル一眼レフフルサイズのやつ使ってるのと同じぐらいの感じっていう印象があるので、やっぱりどうしてもなんというか軽快さっていう部分ではなんというか今まで通りな部分、フルサイズ一眼レフを使ってる人にとっては現状維持な感じですけど、えっとただそれでも中盤センサーっていう少なくとも、4433のセンサーですけど、面積比でフルサイズの 1.7 倍あるっていうところで、あのー結構ですね数少ない存在感を持つカメラだなっていうのは思います。っていうのは、例えばですよ、それこそα1がフルサイズカメラで80万円台90万円近くしますと。で、開発発表されている、ニコンの Z9 とか、キヤノンの R3 とか、この後 R1 が出てくるのかわからないですけど、その辺も考えると、なんというかですね、例えば同じぐらいの価格帯、その100万円近い価格帯のカメラっていうふうに考えたときに、フルサイズのカメラ、フルサイズ135フルサイズのカメラとして、見てたら、極端なこと言うと、同じなんですよ。全部。どのメーカーのやつも。少なくとも 4K って言ってる時点で、少なくともね、800万画素で 4K 撮れちゃうから、1000万画素以上ある。で、大体スチールの今の感じで言うと、2000万画素以上は確実にあるっていう感じになってくる。で、α1 に関しては 8K 撮れますよって言ってるから、今度4000万画素は絶対必要になってくるわけですよね。それだけで4000万画素になるわけですよ。っていうことは、Z9 だって、4000万画素超えてくるわけですよね。っていうことが想像できちゃう。そうなってくると、高画素ですよ。動画撮れますよ。連写もできますよ。全部一緒じゃないですか。極端な言い方をしちゃうとね。どのメーカーのどのカメラを買ってても基本的にやれることというか、商品性っていう意味では、同じものを買ってるわけですよ。メーカーが違うっていうだけで。じゃあその違いの差分っていうのはものすごく細かくって、その結果が、基本的にその使う人の姿勢っていうところでそのメーカーの差は選ばれるわけですけど、 GFX100 シリーズを買うと同じぐらいの価格は突っ込みつつも、ある意味では画質っていう部分で突き抜けたスペックを手に入れられるわけですよ。そういう意味でやっぱりその富士フイルムの戦い方っていうところがベースにあるとは思うんですけど、その富士フイルムの戦い方っていうところのユーザーから見た時の価値っていうのはそういうことなんじゃないかなと思います。その富士フイルムの戦い方としてのっていう話をすると、基本的には APS-C でも十分な性能、APS-C でもフルサイズ135フルサイズに、劣らない、引き伸ばし性能がありますよっていう X シリーズで、その X シリーズがあるんだからフルサイズ機を作るのではなくて、そこからさらに上をいった中盤で画質を追い求めるっていうスタンス。そのなんというか
他のメーカーのフルサイズ135フルサイズを主軸に今の時代もうメインに据えて、それよりもまあ手の出しやすい安めのカメラっていうところでの APS-C のカメラっていう存在感とは別ですよね。その中盤っていうのの存在感も APS-C のカメラの存在感も富士フイルムはその存在感の意味の持たせ方が違ってくるわけです。違ってるわけですね。だからそういう意味での、突き抜け方っていうのは、使う人にとっても、メリットのあることなんじゃないかなと思うんですよね。だからすごくですね、なんというか、ニコンを買うかキヤノンを買うかソニーを買うかだけの違いでしかないようなところに対しての、アドバンテージっていうのはすごくあるんじゃないのかなと個人的には思って見ています。今でも思ってます。はい。で、そんなことを言いつつの、ちょっと見てみましょうか。画像の特徴。ちなみにロー自体がもうこれ16ビットローなんですよね。中盤カメラって昔からまあ16ビットローを、まあ、フェーズ1の、デジタルバックとかは載せてて、実際そういう、まあ、世界ではあったわけですけれども135だとまあ14ビットとかですよね。っていうところでの、まあ、16ビットローを富士のカメラでも搭載しているという状況で、はい、これがそれこそペンタックスの 645D とかだと、まだ揃ってたんですよ。16ビットまでは行ってなかったわけですね。で、これ16ビットにならないんですかねみたいな話をした時に結局それをやっちゃうと結局フェーズ1とかと一緒になっちゃう。同じことをやんなきゃいけなくなるっていうことでっていうところで要するにお値段が揃わないわけですね。100万円とか100万円を切る価格で、それを実装しようとするのがまあ少なくともその当時はやれなかった。でそれがまあだんだんできてくるようになってきたっていうところだとは思います。まあそれはもちろん富士フイルムの開発費っていうのもあるとは思いますけど、まあ結局ねそれで出てくるデータの厚みというか良さというかっていうのはあるかなっていう気はしますし、はい、まあこれちょっとまだねロー現像っていうところで触れてないんですけど、まあ、ちょっとそれ触ってみたらもっと出てくるかなという気はしてるんですが、まずはちょっと JPEG の直接保存の画像で、このカメラの、色味の作り具合というか画質具合ちょっとまあ一回見ていただいたので、個人的に思ってることをコメントとしてお出ししたいなっていうふうに今思ってます。今更ですが。はい。もうまあたくさんねいろんな方がやってらっしゃる話ではあるのでもう聞く必要ないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ちょっとじゃあ見ていきましょう。はい、まず最初はこれですね。これちょっとね順番としては順不動でいきますが撮ってて印象に残っててそのシーンがファインダーで見たそのシーンが印象に残っててかつ見てハッとしたのはこれですね。これベンチの濡れ具合最高じゃないですか。で奥にショーウィンドウの照明がまあ濡れた歩道に反射してそこに歩く人の足が映ってる感じなんですけど、このダークトーンの出方ね、これ撮ってる時私ずっとベルビア設定で撮っちゃってて他の色味確かめろよって話なんですけど、もうねこれで撮ってた時のそのベルビアのダークトーンがものすごく良くてもう感動してました。だからねなんかどんどん暗い絵撮っちゃうんですよねこの時。この右側のベンチの黒いところが潰れてるようで潰れきってないんですよ。潰れきってないからそこに奥行き感とか見えるんですよね。
これがねすごいです、正直なんかね GFX の画像処理なんかどうやら X とはちょっと違うみたいなんですよね、このダークトーンの出方ちょっと潰しきらないっていうところで余裕があるトーンカーブの作り方これすごい好きですね。これすごい使い勝手もいいです。だってカメラ撮ってすぐの JPEG でこれだけ再現してくれるんだったらもう老現像で出し切る必要なくないっていう。でそれと似たような、絵面というか、同じようなベンチがポツンポツンと置いてあるとこなんで他にも撮ってるんですけど、これも結局その奥行き感とかトーンの出方でこのベンチの板がシュッて収束していく感じとそこにこの濡れた光沢感出てるんでこれもいいですよね。こういう出方がしてくれることが分かってるカメラだったらなんか安心して使えますよね、っていう気がします。でこの日見ての通り雨降ってたわけですよ。雨降ってたところのこのやっぱり水の表現これ綺麗ですよね。ただもう濡れてるっていうのがこんなにいいのかっていうぐらいの感じ気分になる。一番最初に撮ったこのカット実はローないんですよ。私最初カメラ吊るしで開けて撮っちゃうとロー設定されてないですよね。私それを忘れてて基本的にメーカーのサービスでお借りした時にそれを忘れていて、そのまま撮っちゃってこれ JPEG しかないんですけど、いやそれでこれかという感じですね。この暗いところ結局明るいところまでのトーン反射の仕方とかすごい綺麗に出してくれるのでこのトーンはすごくいい。ベルビアで撮っててこれ他ので撮ってたらどんなことになるんですかっていう感じですね。でもう一つあるのがというか今度はそれの逆パターンで、これよく撮ってる人がたくさんいるインスタとかでもよく見る東京国際フォーラムのガラス張りの建物の天井側にある黄色を模した骨格なんですけど、ここが白で構成されててでかつ雨降ってたから外は曇ってるわけですよ。外真っ白でしょ。外真っ白なんだけどこの白い骨格の描き出し方ここもやっぱりトーンがすごく綺麗。これねなんというかフィルムで撮ってた時のベルビアの印象ともやっぱりまたちょっと違いますよね、どうしてもデジタルの方がここら辺は滑らかかなっていう感じはします。フィルムのベルビアだったらもうちょっとここなんていうかパキッとしちゃったろうなっていう感じがしてて、それでもそれで結果としてだからこれデジタルのこの写し方で良かったんじゃないかなっていう気がします。多分ねこのシーンはフィルム時代だったらベルビアで撮りたくなってなかったシーンなんですよ。あんまりベルビアだともうちょっと彩度高いコントラスト高い感じのところを、狙いたくなる感じにはなるのでこの絵がハマるかっていうとハマんなかったはずなんですよね。そういう観点から言ってやっぱりそういう呼び方の話ですよっていうふうに言われたらそうですよねって話にしかなんないんですけど、
ベルビアっていう名前はついてるけどベルビアじゃないなって思いながら思っちゃったシーンではありますけど、この描写はすごく好きです。すごく繊細、すごく重厚感あるものなんですけど、で重厚感を絵からも感じるんですけど、その構造の一つ一つとか、実際それを構成してるいろんなパーツ、細かいところまで含めてすごい繊細なので、描き出し方がすごい繊細なので、これ中盤だから生きた絵でもあるなっていう感じもします。不思議なもんで、大きい画面なんというか、解像度として、これぐらいのピクセルピッチあれば伸ばせますよっていう風な見方あるじゃないですか。で個人的にはそれよりもちょっとオーバーめに出すんですよね。人間の目の解像度が 200dpi っていう風に言われます。で今プリンターの解像度が300とかになるので、そういう意味ではプリンターで出す時に300あればまあまあ大丈夫なはずなんですけど、その数字ちょうどで出してると必ずしも結果としてはまらないっていうケースがあるんですよね。なんというか、見た時には分かんないんですけど、もっとより引き伸ばしたじゃないな、より高い解像度、仮にこれ 300dpi でプリントアウトするところを例えば350とか 400dpi で、ベースのデータを作っておくとより細かく見えるとか、なんか要するに機械としてはそんなに変わってるはずはないし、そこまで影響されるはずではないんですけど、その微妙に変わったところがちゃんと反映されて、細かい絵で出した方がよりよく見えるっていうケースがあったりするんですよね、不思議なもんで。でそういうふうに見てるとどうしてもその解像度的な画素数的な余裕って大事だなっていうふうになってくるんですよね。で実際私そう思ってます。そういう観点からどうしても何というかですね、自分は大きめに作るんですね、画像は基本的に。でそういうのもあって、なんというかこのカメラだったらそこには応えてくれるなっていう、このカメラだったらちゃんと余裕あるデータが作れるなっていう想像ができるカメラでした。それだけでこれは価値があるなっていう気がします。そのなんというかね、なんというかデジタルって究極突き詰めるとアナログになるんですよね。何を言い出すんだって話ですけど、デジタルアナログって何だって連続データなわけですよ。連続してますよねと。でそのデジタルっていうのはじゃあ理想的ですと。理想的ですって何をやってるかというと、結局こっからここって区間を決めて、そこではどれぐらいで見とけばいいみたいな感じで、データをプロットしていく形だ。なんというかその連続しているデータに対しての、近いところを置いていってそれっぽくつながるよねっていうふうにやるのがデジタルなわけですよ。で極論、デジタルがそれを細かくしていく方向にしか今行ってないわけですよね。それをやると究極的にはアナログになるんですよね。
すげえ細かく点を、要するにこの曲線を再現するために点をこうやって打ちますよ。でその点の打つ間隔を細かくしていきますよ。だからすっごく細かくしていったらもう最終的につながってて線と一緒じゃんってなるので、究極的には、デジタルは行き着いた先はアナログになるわけですよね。でそのデジタル上でアナログを目指しているのが、やりたいことだったのかっていう疑問ってありますよね。だから何というかですね、それでも結果的にデジタルで作ってるものとアナログで作ったものっていうのは違うものになるとは思うんですけど、っていうのは結局やり方が違うじゃないですか。結局それってプロセスが違うので、使ってる技術が違うので、だからできてくるものとしては違うよねっていう話に結果的にはなると思うんですけど、その究極的にだけどそこに対してのその細かさを追い求めることが特に人間の感覚が影響する領域ではその細かさを追求することは無駄じゃないんじゃないかっていうのは思うんですね。写真もそうなんですけど、そうじゃなければハイレゾオーディオなんて誰も聞かないと思うんですよっていう話で、そこに対しての、価値がないはずなんですよね本来は。だけどそれが価値あるものとされて、それで、音源をそれにするとやっぱいいねっていう部分が多少あるので、やっぱりその音源を使う人がいるんだと思うんですよ。そういう意味で、ある程度やっぱり細かくできることっていうのは価値がある方向だと思うんですよね。でその細かくできることっていうのの価値とその解像度と今度カメラの画素数とその画素数を収めるフォーマットサイズとってなると、ちょっといろんなパラメータが絡み合ってくるので、だからこれがいいよねっていうふうには言えないんですけど、実際135のフルサイズと、645その間の GFX とかペンタの645とか、今のデジタルの中盤の主流になってる4433のセンサー、ボケ方が違うわけですよね。なんでかというとフォーマットサイズが違えば同じぐらいの感じで、像を映した時に像の映るサイズが違うのでボケ方が違うとか被写界深度が違うとかっていうことになってくるので、ボケ方の違いっていうのはやっぱり大きくその中盤の絵を印象づける部分ではあるので、そこですよねが大事な部分かなと思います。で結局その135と645でその間の今デジタルカメラでよく採用されてる4433のセンサー、それぞれで結局仮に同じぐらいのサイズに見えるように、画面の中に被写体を収めようとしたらボケ方が違ってきたりとかするわけですよね。それはどうしても何というかそのフォーマットのサイズ、四角の枠のサイズがあるからですよね。でそのサイズによっての見え方の違いっていうのがあるので、一重に画素数が大きいイコールっていう風にならないようになっちゃってますけど、ただ現実的には例えば2000万画素のカメラで足りるよっていう話と、そこであえての5000万画素のカメラを使って作るよっていう部分と、でそれも例えば A4 とか A3 のびとか、正直言って A3 のびであっても2000万画素のカメラでなんとかなるわけですよねと。じゃあそこで5000万画素いるのっていう話になってくると、理屈だけの話で言えばいらないってなるんですけど、そこで5000万画素を使う理由が全くないのかなっていうと個人的にはそうじゃないと思っていて、なんというか細かい最終的なデータの作り込みとかプリントアウトのプロセスっていうところにもよるかもしれないですけど、なんというか
まあ5000万画素はオーバーなのかもしれないですけどね。実際のところ、まあ、私 D810 使ってて3600万画素ですけど、まあ3600万画素とか、まあその2000万画素と3000万画素、4000万画素ぐらいと比べるっていう風になると、まあちょっと違う部分って出てくるんじゃないのかなって、それもなんか多分どっかまで増やしていったらそのサチるんだと思うんですよね。それが実際5000万画素なのか、それこそ α7R4 で出してるような6000万画素オーバーの世界まで行くのかは分かんないですけど、まあ、どっかでサチるんじゃないかなっていう気はしますけど、まあまあ全くそのオーバースペックのカメラを使うことは無意味ではないと個人的には思っています。うん。だからまあそのね、具体的にその見た感じのところっていうのがどういうふうな最終的な影響を及ぼすのかっていうのは、まあちょっと完成工学的な評価をちゃんとしないといけないのかもしれないですし、もうしてる人がいるのかもしれないですけど、ちょっと私まだそこら辺調べはちゃんとついてないのであれなんですけどもね、ちょっと調べてみようかな、そういうの。っていうところで、まあ、高解像、ある意味ではその中盤、その4433のセンサーの中で1億画素まで突き抜けたカメラが出てくると。で、それを使うっていうところに関して、個人的には意味がないとは全然思わないし、まあ、もちろんこれを見てる方は全然意味がないとは思ってないと思う人の方が多いと思うんですけど、だからあえてのこのカメラを使うっていう選択肢、画質の方向に振っていくっていう選択肢はありえるんじゃないかなっていう気がしますね。はい。というわけでですね、なんか撮る方として、割と軽い持ち運びしやすい取り回しのいいカメラボディに対しての、この画素数と、その出してくるトーンカーブ、作り込まれてるトーンカーブっていうところで考えると、実はこのカメラすごく使い出のあるカメラじゃないかなと思いますね。これ結構突き詰めてったら結構いろんなことができそう。なんか画像的に結構余裕がありそう、懐が深そうな気がしますね。というわけでちょっと間が空いちゃうかもしれないですけど、一応ローデータがあるやつもあるんで、ちょっと見ておきたい。ちょっとロー現像したいなと思っております。あ、一つ言い忘れました。高感度。高感度は、個人的には、メーカーが言ってるスペックの、まあ、一段落ち、12800って言われたら6400を上限に考えるし、できればその3分の1ぐらいのところで、抑えたいなっていう気はするんですよね。だから、今 D810 を使ってる時に割とその前に使ってた D3S とか、D700 とかと近い使い勝手でいけるなって思った記憶があって、今の運用上限は正直言うと、で通常運用時でその3200とか4000ぐらいにしてて、通常ね。で非常時どうしてもこれ取んなきゃいけないだけどすっごい暗いってなった時には、6400でそれでもダメだったらそっから先を使うみたいな感じで考えてるんですけど、GFX100 に関しても基本的にその運用方針は変わんないなっていう感じがします。はい。だから、使って3000使って3000とか3200とか4000、っていう感じですね。はい。まあちょっと、まあ、ノイズの出方を考えると、まあどうしてもしょうがないのかな。余裕はあるはずなんですけど、ただローが16ビットになってるっていうのもあるような気はするんですよね。まあちょっとそこのビット数が増えると多分余裕はなくなると思うんだよな。という感じで、そこ厳密にどうやって考えたらいいのかちょっと分かんないので、あれちょっとまああれなんですけど、
ふわっと聞いておいていただけると嬉しいんですけど、まあそういう感じで、まあ好感度は、まあそれでも中盤として考えたらですね、画期的ですよ。画期的なんですけど、まあ、それぐらいかな。だいたい2500から3200でとどめて使いたいな。4000いくと行き過ぎかもしれないなっていう気がしないでもないかなっていう感じですね。はい。まあ、このカメラのスチールでの、まあ、極めつけ的な、デメリットは、まあ、シンクロスピードの遅さですよ。うん。フォーカルプレーンシャッターなので、フォーカルプレーンシャッターが、まあ、の動作を考えれば、まあ、フォーカルプレーンシャッターっていうのは、まあ、基本的に前のシャッター幕が開いて、で、後ろの幕が間隔を空けて動いてって露光するっていうのがフォーカルプレーンシャッターなので、どうしても同調速度、要するにフラッシュが光った時に、光ったその光が画面全体に行き届くようになるのに、まあちょっとスピードの制限がついちゃうわけですよね。まあ今のカメラから比べるとね、135のカメラから比べるとねっていう話にはなっちゃう。ただ、面積がそれだけでかくなるとシャッター幕がでかくなって、物理的な運動としての制約条件はかなり飛躍的に難易度が上がる、制御性としての難易度は上がるんじゃないかなっていう気がするので、まあこれをもうちょっと早くできるようにうまいこと作ってくれっていうのはなかなか無茶なのかなっていう気がするんですよね。そういうふうに考えると、まあちょっと実はこれ借りた時にも、その富士フイルムのサービスの方に言いました。レンズシャッター付きレンズって出ないんですかっていうのは言いました。そういうのが出てくれると結構、このカメラスタジオでも使う方は多いはずなので、結構な人がそのレンズ買うんじゃないかなっていう気はしますね、正直言うと。なんかこれだけだとちょっと厳しいなっていう感じがします。で、中盤ってなるとスタジオでもっていう人は増えるような気がします。そうやって考えると、同調速度がネックになってくるかなっていう気がします。今の GFX の一番の弱点は結局そこだと思います、最終的には。っていうところが、問題かなっていう気がしますね。問題っていうほど大きくないんじゃないのっていうふうに言われるかもしれないですけど、てきめんにそれを見て、買い控える人は多分、お仕事を考えてる人はいると思う。そんだったら5000万画素の135フルサイズのカメラがいいなっていう風になる人はいると思いますね。それはちょっともったいないので、なんかここなんとかしてくれるといいかもしれないですね。実際フェーズ1マミヤのラインに関してはもう今出てるレンズがほぼじゃない全機種レンズシャッター付きになりましたよね。確かね。結局それってそういうことなんだと思うんですよ。結局同調速度っていう話になると思うんですよ。で、フェーズ1の XF シリーズは、プロフォトの、ストロボコマンダーの機能がもうカメラに内蔵されてるので、っていうことはもうスタジオで使う前提なんですよね。まあ最近は結構そういうね、なんていうか、外での撮影でも結構そのプロフォトじゃないごめんなさい、フェーズ1の中盤を使ってやってるような人っていうのがいたりしますけど、それって結構やっぱ最近の話で、昔ってやっぱりデジタルバッグってものすごい電池食いだったんですよね。だからなかなかそういう意味ではそんなに外に持っていけないっていうようなロケができるカメラではなかったので、スタジオメインだったんですよね、デジタルバッグって。だそういうことを考えると、どうしてもストロボと一緒に使うっていうのが、必須だったわけですよね。でそういう観点からいくと今度は、同調スピードっていうのは絶対に必要で、表現力っていう部分でね絶対に必要になってくるんで、
そこで全速同調できる、レンズシャッター付きのレンズっていうのがやっぱり重宝されるっていうようなことになってるというところはありますよね。というわけで、その辺をねどうやってその、コストと売れる本数を考えて、富士がどうやっていくかっていうところがこの GFX に関しては、一つのハードルな気がします。なんというかこれから進む先の分かれ道に一つなってる気はしますね。富士フイルムさん的にはという感じ。そんなわけでですね、長くなりましたけれども、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ちょっと動画についてもですね、一言コメントはさせていただこうかなと思っています。あと、ロー現像したい。はい。というわけで、そんな感じでですね、GFX100S の話もまだちょっと続けたいです。結構、個人的にはやっぱり興味がすごくあります。フィルム末期の頃って672ペンタの672とニコンの F5 を並べてニコンの F5 で望遠長めのとこ切り取りながら、672で割と中望遠系で、2台並べて鉄道撮ってる人っていうのがいたりしたんですけど GFX100 と Z9 とか Z のシリーズどれかでなんかそんなことできないかなみたいなことをちょっと思い始めてますけど先立つものがないです。はい。というわけで今日はこんなところで失礼します。はい。ありがとうございました。失礼します。